こんちは。お守りとゴール武器の探索パート4始めてまいります。今回もお守り掘りからやっていきますよ。クエストは変わらずティアのサブタゲを利用します。このクエやって間もないけどすっかり虜だ。新しいおもちゃを手に入れた感覚。開幕から不王マニが連続で、いやたまらんねこの瞬間。お守り掘りのいいところは掘れた時点である程度の進んでる感が味わえる点ですね。封じられし武器だと鑑定対象自体がレアいのでガチャしてる感覚はこっちの方が強いです。死闘を繰り広げて鑑定できないってのもザラにあるからな。もちろん不王マも収穫ゼロなことはあるけど、お守りと武器セットで掘っていく企画ってのは精神衛生上ベストな組み合わせなのかもしれん。何が出るのかなを味わいたいですもんね。バランスを見てガチャりましょう。しかし背中狙い減ったですね。ダメなしガットのチョイスは良かったですが、今回期間が空いて背中狙いがうまくいかんかった。いまいちここってのがわからん。ちょっとずれると頭や尻尾に当たるし、ここを早く安定させたいな。流差や会心など不確定要素もありますから、そもそも運が絡むのが難しいところです。個体によって1ヒル見て壊れたり壊れなかったり、この辺もよくわからんのですよね。このリアクション、腹のひるみじゃないのかな。よくわかんねえや。ディアとの交戦1分くらいかけてようやく破壊。これでもナブラスよりは早いね。クリアは2分44秒でした。秘境スタートだったとしても3分くらいですか。本当にわかりやすく縮んだよな。令和8年にして発見がある神ゲーや。よし、この調子でガンガン掘っていくぞ。せめて手が止まるような構成が見たい。レア15隻でスロが空いてるとって思います。やっぱり汎用性って大事ですから。逆にどんなに高ポイントでも空きがないと、特定のセットにしか使えませんからね。スロ3と0じゃ4ポイント分くらい差ができるからね。空きスロ1だけでも大きい。錬金の方はレア10なしか。ちょっと寂しいな。レア級でもマシな組み合わせって出るんでしょうか。出なさそうなイメージしかありません。王と女王はまだ錬金の餌になるんですが、風王魔の低レアはマジで使い道ありません。下手に受け取るとボックス圧迫するからね。余計な気を使わされるのも面倒なところだ。あ、しまった。当たるのかよ今の。ああ、とうとうやりましたね。ディアブロスでのオツ。秘境探索をつける都合で体力は上がってるんですけど、ガブラスの毒が効いてましたね。さすがにここまで来ると時間効率良くない。横着はあかんか。風王魔もゼロで思わずリセットだ。こういう場合、何が正解かわからん。一応クリアすれば錬金は回るので、時間かけたならサブタゲやるべきですかね。このようにフル10の風ゼロとかたまに起きます。竜のワンチャン狙った方がまだ建設的か。もともと数回す前提の作業だしね。どんな成果でも達成で戻る方針としようか。今のフルオマさん風オマゼロか。こういうのはなしで頼む。あ、しかしここでちょっと手が止まってますね。スタミナ3流攻撃11スロ3。全く採用の余地がない5隻ですが、ポイント11のスロ3って見た目はいいですね。こんなん竜でも余裕で出るけどな。ギルクエで竜属性攻撃なんて出番あるんだろうか。その後からは風王魔の出が良かった。とりあえずレア10が見れて心が安定するね。武器のレア10は1本目にするだけで大変なので、手軽に紫見れるだけでありがたいですね。我々、キャンブルの類は全くやらないんですが、4G のガチャは永遠にできちゃいます。いやほんと、依存症の人に 4G やらせたいよ。無料でできんだぜこれ。恐ろしく人を選ぶものではあるが、ハマっちゃえばこれほど手軽なものはない。もともと、コンシューマゲーム自体がかなりコスパいい趣味なので、適性あったことに感謝です。さあ、そんなわけでお守り掘りもラストターン。次錬金を見たら切り上げますね。1時間みっちり掘ってギルクエ、これがすっかり定着した。あとはいつ成果が出るかだな。動画1本あたり何個風王魔を鑑定してるんだろ。確率計算したら面白そう。希望になるか絶望になるか怪しいですが、興味はありますね。というわけで今回も成果はなしでした。武器ガチャに行きましょう。しゃあねえ。気持ちを切り替えていくぞ。ほい、じゃあここからは発掘武器の探索ターン。今回はギルクエの前に例のあれをやるぞ。怪しく輝くカエルの頭装備、キリの手動との絶望的な合わせが光ります。ということで、お宝の自爆マラソンを少しやりますね。たまーに回ってます。ジャンプタル爆弾と体力マイナス30を装備。意外とハードル高い作業なんだよなこれ。回す対象はクエレベル136以上で宝1のもの。もちろん青鉱石3であることは必須だ。まずはバサーラーの体験たちですね。ジークムントと飛竜刀が掘れます。ハードルは高いですが、やることは至極単純。武器が出るまでひたすら青鉱石だけ掘ります。宝エリアでは風武器は 7%。最大で7回掘れるね。少なくとも4割くらいの確率で1本は掘れるはず。適当に計算しただけだけど。
そこら辺の単体区へ回すよりよっぽどいいですよね。ソロなら相当効率のいい方法だと思います。しかし1回目は出ず、リタだと宝が消えるのでゲームを終了します。この起動してる時間の方が長そう。掘るのはすぐだからな。これ、確かに効率面ではいい方法なんだけど、いろいろと辛い面も大きいんだよね。実害は別にないんですけどね。消費するものも何もないし、鑑定対象がそもそも出ないことの方が多いので、積み上がってる感がないんですよね。同じ時間やっててもお守りより張り合いがないよね。たまーに上振れて2、3個出るんだが。お、3回目でようやく1個出たか。出た時の喜びは大きいね。ようやくこれでスタートライン。では張り切って自爆していきましょう。ジャンタルを置いて、あとはダッシュせず前進。これでちょうど死ぬことが可能です。体力70、防御29以下、そしてボマー。すべてが噛み合った美しいオツと言えるね。さあ、ではどんどん自爆していくぞ。ジャンプタル爆弾はキャンプでも使用可能なのさ。これも地味にかなり貴重なアイテムです。新規入手には DLC が必須となります。当然、キャンプで落ちるとキャンプに復帰。これは何が起きてるのか。このアングルしか用意してないだろうしな。ともかく、これで最後だぜ。武器さえ掘れちゃえば手順は簡単。これで鑑定できると考えると、ボロくはあるんだがね。なんか、身が少ないんですよねこれ。武器でないと動画にもしづらいし。で、鑑定したらレア8が1個。ちょっと厳しいです。レア8にしちゃ見れる部分はあったが、ちょっとがっくりくるよな。お、でも2連続で来たぞ。やん。たまにこうして上振れると嬉しいです。これでゴール出る可能性あるわけですから。おーっと、なんと2本目でレア中体験が、もしや今日がその日なのか。ムント、頼む。わかっちゃいたけどさ、ゴミ詰まりでレア度稼ぐのやめろ。竜は珍しいですが、それ以上何もありませんでした。その直後は武器の出が上振れました。なんと1箇所で2個も出ましたよ。いいね、ずっとこれで頼むわ。とにかく我々に鑑定させてくれ。おいマジか、また出たぞ。なんとびっくり一周で3個。これはガチの上振れ引いてます。最初の外れが返ってきましたね。そしてなんとまたレア中体験が盛り上がってまいりました。なんか微妙に惜しい。東証5がついたか。東証5紫40なら1680でも1728に並びうる。竜や氷でついてたらお祭りだったぞ。紫40は大古竜で輝くイメージです。夢が広がりますね。しかし、その後は残念ながら不作が続きました。ぱったり武器が出なくなっちゃいまして。まあ、4割ってことは3回に1回くらいペースだしな。鳴らせば確率通りではある。自爆マラソンはこの虚無タイムがな。マジで何にもなくて辛いんだよ。ちなみに、ニュー 3DS と DL 版をできるだけ推奨です。1からのロード繰り返しますので。そこからなんと9連続で武器ゼロが続いた。この不作はきつい。心折れますねこれは。ちゃんと鑑定で体験が出てるのはいいんですが。そろそろ気分転換しますか。クエストを変えて。じゃあ今度は手奥へで回そう。見た目は海底剣とメイトンだ。どちらも手を下がるナズチから入手可能。メイトン好きなんですよね。ナギア希少種の武器もだいぶご無沙汰ですね。4G にあるのはまだ救いですが。ワイルズ MR はワンチャンあるかもしれんね。陸上に進出できるのだろうか。で、今最高倍率の体験引いてたが、何もかもダメだったな。ハードル高い武器種なんで、一応レア9でも当たりは出ますけど。1728スムラの無属性スロ3はレア9です。下手するとレア10より使えます。スロ1の差でスキルの有無変わったりするからね。極限なら属性効かないし。さあ、これでラストだ。果たして成果は。渋すぎる。さすがにレア8の範囲だともういりません。それじゃあ、おとなしく狩猟行くとしましょう。マラソンはほどほどに。よーし、ちゃんとギルクエやるぞ。今日はチャークとコンを掘ろう。我々って何気にチャーク掘れるクエあんまなくてな。メインデータにもう1クエ欲しいわ。火星に装備ということで相手はティアラーです。武器は睡眠のゴマチャーク。ぶっちゃけ、ダイラーではクーネの方が使いやすいですが、スキルが重すぎてろくな装備が組めません。C のうち弱徳を入れるだけで神オマが必要らしい。同賞4砲術10スロ3ってお前。同賞はキザオマ限定のスキルだ。組める日くんのかな。そのためにこの企画があるんで、おとなしく掘り続けましょう。ということで、久方ぶりのチャークティアです。まずは瓶を貯めていきます。同時に頭をこづいておくといい。ティガは昼道管理が重要だ。どつかれつつも盾強化完了。これで大方向も怖くないぜ。火星に盾強化、そして GP、すべてが噛み合ってようやく大技をガードできますね。瞬間的にランスガンスすら上回るガード性能、チャークにしかできないことです。ティガ KY として調整されてるのかな。
威力値があまりにぴったりすぎる。おっと、怒り方向来たな。これは根室入れて良さそう。反撃根室は楽しいですが、闇雲に狙うのは現金。毎回運ゲーになってしまいます。2、3発入れといて、ちょうどひるみが取れると良いです。あ、寝たわ。だいぶ早かったな。起こす前に研いでおくよ。技物積んでないと、白長でも普通に青まで行く。特にガード中心だと、あっという間に切れ味落ちますね。1エリア全然持ちません。起こすのは調室でなく根室のみ。対ティガは続興を切らしてはいけませんね。剣でも銀入れてたから、ここでスタンが取れたね。追撃は解放にループを2回当てるのがいいみたい。こうしてみると、睡眠とチャークの相性いいね。玉面以外だとさすがにクーネより強力だな。無理やりチャンス作れますからね。取り回しは圧倒的。睡眠後は確定方向なので、これもチャンスとなります。ボコボコ殴れてて気分がいいです。そのまま恐竜化に移行だ。もしかして順調なんじゃないのこれ。久々にしてはよく立ち回れてると思いますよ。マルチに比べると結構難しいですからね。解除とダメージアップの目的で攻撃を使います。これで反撃がかなり安定するはず。ティガは恐竜化による肉質の効果もない。根室一発でひるむはずだ。保険で罠を置いたけど、普通に殴らせてもらえそう。両個体を引いてる雰囲気あるね。先行値はかなり行動運が出ますが、チャークは差し込みやすいものが多いですね。あれ、なんか根室一発でひるまないんですけど、攻撃使用時でもダメか。怒り時か会心でないとダメかもですね。思ったよりシビアでした。で、ここはなぜか横捨てから回転切りを選択。蓄積が必要と判断したようです。二連方向だったからなんとか形になったわ。削りダメージはやっぱ痛い。めまいを起こす。よしよし、スタン2回目のいただき。こりゃ石1個で解除できそうだな。恐竜化の解除値もモンスターによって異なります。ティガーシュは真ん中くらいの解除しやすさ。それでも、ラーの極限解除値の2倍近くあります。手数の割になかなか解除されないなって思いますね。ちなみに、ブラキガルルガも解除値はおとなしめだ。さすがに開発的にも強い方の扱いらしいね。しかし痺れはなくさったなこれ。瓶もないし。贅沢ですが瓶ダメに利用しちゃいますか。移動しちゃったら意味ないですしね。結構削ってると思いますが残り体力はどんなものか、何分で回ってたか忘れてしまいました。体験だとたまに0針で終わるんだけど、チャークだともうちょいかかりそうだな。あとはゆっくりやっていこう。動画に使えるシーンは撮れたし。ほどなくして移動してきました。ラーに見つからないように煙を焚きます。地味に閃光が使えないのが厄介ですが、チャークはそこまで閃光に依存しません。体験だと先行ガン投げで速攻処理を狙っちゃうんだがね。チャークはもっと戦闘を楽しめるぞ。おい、ここで往復突進やめちくり。後ろにラーさん待たせてんだって。往復突進の締めから繋がる普通の突進が厄介。GP を狙うとずらされたりします。さてチャンスです。軸合わせ読みの根室。決まったね。素晴らしい。6分半でティが終了だ。その勢いでラージャン戦だが、チャークだとこっからが本番だぞ。耳栓がないので事故が怖いですね。クーネがないからヒットストップも大きいです。惰性があるといえどかなり慎重めに行きます。ここまで来て落ちるのは嫌ですよ。とりあえずは解除を狙おう。睡眠運も寝れますように。クーネ以外で調子を連打するのは結構難しい。振り下ろしのヒットストップめっちゃでかいからね。しかしここはチャンスですね。根室が当たれば解除できそう。無事に初回の解除が完了です。あとは慎重に行きましょう。ティガがうまくいくと大抵ラーで下るんだよな。いろいろなんとかなってくれ。暗いな。そうだ。離せ。順調順調。敵じゃなかったな。ラー1頭に10分以上かけといて順調。途中無様に捕まってましたけど。ティガ戦の調子はどこへやら恐ろしく下手でした。多分心理的な部分が大きいですね。耳栓なしでミスりたくないプレイ環境。手が止まるのは必然だったか。やっぱり対ラーなら今でもクーネが一番だわ。あの武器マジですごい。切れ味の悪さはどうしても再現できませんからね。できはしますけど、発掘の意味なくなりますし。ってことで、ラーにたっぷり時間をかけて18分台でクリア。ティア戦のタイムに助けられました。マルチと一番違うのはラー戦の部分かも。この睡眠チャークもマルチ向けって感じだな。だがクリアはクリアだ。報酬見ていこうぜ。おーっと、紫の総中根が見えますよ。ワクワクさせてくれますね。レア級の方はちょっと倍率が足りませんでした。麻痺はいいんですが。麻痺は生産が弱いからな。比較的採用しやすいんだけどね。さて、本命参りますか。ここでゴールが。出ませんでした。また装飾品で稼いでくるタイプですか。申し訳程度の流属性。
フリマサイトのクソ構成 PC みたいだぜ。こんなんでギルク英検は。なんか最近チャーク掘りたい欲あるんだよな。その辺にゴールルテミス転がってないかな。ルテミスはまずクエストのハードルが、ディア原子とコマオンリーですからね。ただ、なんか妙にスラークのクエが揃うんですよね。探索も頑張らないといけませんよ。クエ育てつつ、ぼちぼちクエ厳選もやっていくか。ゴール発掘への道は長いぜ。ほいじゃ、次の動画で。またね。